は4合分のご飯を使っておにぎり12個と冷蔵庫の残り野菜でスープ用の野菜玉を作る。まずはツナと塩昆布と大葉のおにぎり。ツナは食塩不使用、塩昆布は減塩タイプ。お味噌汁と一緒に食べる想定で塩分は 1g 以内に抑える。大きなボウルにご飯を 400g、 水切りしたツナ缶2缶 140g、 塩昆布 20g、 大葉5枚はハサミでカット。あとはよく混ぜるだけ。アイメディアのおにぎりメーカー。型にご飯を詰めてギュッと押す。冷凍する場合は解凍後に崩れちゃうことがあるので強めに押しておく。ラップをするときに空気が入ると乾燥したり酸化して味が落ちてしまうので、できるだけ空気が入らないように包む。このおにぎり一つでタンパク質 10g、 脂質はたったの 1.2g。 塩分に気をつけるとなんだか物足りない味付けになってしまうから、大葉で香りと風味を足す。ちりめんじゃこと卵と韓国海苔のおにぎり。まずはボウルに卵3個を入れて溶く。ラップをしてレンジ 600W で1分加熱。全体均一に火が通るように一度混ぜて、再度レンジ 600W で1分半加熱。しっかり火が通ったらそぼろ状にする。ご飯 400g、 ちりめんじゃこ 40g、 韓国海苔 15g、 全体混ぜ合わせたらおにぎりケースに詰めてギュッと押す。ラップに包む。卵はアミノ酸スコア満点の良質なタンパク質で、食べたタンパク質が無駄なく体の材料になってくれる優秀な食材。ちりめんじゃこはカルシウムとタンパク質が同時に取れて、骨も筋肉も強くしてくれるスーパーフード。韓国海苔がいいアクセントになって、これ一つでチャーハンを食べたような満足感がある。最後のおにぎりは鶏胸ひき肉を使ったそぼろおにぎり。ボウルに鶏胸ひき肉 150g、 醤油大さじ 1.5、 みりん大さじ1、天菜と小さじ2、生姜チューブ小さじ1、調味料をしっかりなじませる。レンジ 600W でまずは1分。一度混ぜ合わせて再度 600W で1分半加熱。余分な水分があるとおにぎりが崩れる原因になるので、汁気を切っておく。ご飯 400g、 刻みネギ 20g、 よく混ぜ合わせる。おにぎりメーカーに詰めてギュッと押す。
タンパク質 13g に対し脂質は 1.6g、 白米で作っても約 10g 弱のタンパク質が取れます。合計12個のおにぎりが完成。粗熱が取れたらジップロックに入れて冷凍保存。保存期間は1ヶ月。味はどんどん落ちていくので2週間以内に食べきるのがおすすめ。次は野菜玉作り。野菜は冷蔵庫の余り野菜何でも OK。 今回はキャベツ1/4分の1玉、玉ねぎ1個、人参1本。キャベツは2センチ幅にざく切り。耐熱ボウルに入れておく。人参は薄い半月切り。玉ねぎは薄切り。ラップしてレンジ600ワットで5分加熱。生のまま冷凍すると食感が損なわれる野菜も、加熱してから冷凍すると食感がキープできる。かさも減って一石二鳥。粗熱を取る。粗熱が取れたら1食分ずつ小分けして冷凍。だいたい50から 100g ぐらいを目安にラップで包む。食べる時に調味料を足すだけで野菜たっぷりの味噌汁やコンソメ、中華スープが作れます。もともと大食いだった私は毎食スープを必ず用意して、スープを飲んでからメインを楽しむようにしていたら、劇的に食事の満足度が変わりました。外食の時も美味しいものをガーッと口に入れたいところだけど、スープを一緒に頼むとだいたい先に提供してくれるので、スープを飲んでまずは空腹を落ち着かせるようにしています。ジップロックに入れて冷凍保存。アルミやステンレスのトレーに乗せると急速冷凍ができて、野菜の食感や鮮度をより保つことができます。これも冷凍保存1ヶ月。2週間以内に食べきるのがおすすめ。食べるときは1食分ずつ用意して、おにぎりはレンジ600ワットで2分。野菜玉はまずレンジ600ワットで30秒加熱。ラップから取り出したら、顆粒和風だし小さじ1/2、熱湯 150ml、レンジ600ワットで1分加熱。最後に味噌小さじ1を溶かし入れたら味噌汁の完成。鶏ガラスープ小さじ1/2に塩コショウ少々、熱湯 150ml 注いで1分加熱したら中華スープの完成。顆粒コンソメ小さじ1/2に塩コショウ少々。コンソメスープの完成。あまり食欲がない時や夜食としてさらっと食べたい時はお茶漬けアレンジがおすすめ。レンジ600ワット2分加熱して熱湯を注ぐ。最後に鰹節といりごまをかければ完成。私が朝食を必ず食べる最大の理由は、昼食のドカ食いを防ぐため。
朝ごはんを食べずにお昼まで我慢してしまうと、私の脳内は食べ物でいっぱいになって、お昼に好きなものを好きなだけ食べてしまう。それがたった一日の息抜きだったらいいんだけど、そのルーティンが日常になって食生活がめちゃくちゃになるのを何度も繰り返してきました。だから朝は多少食欲がなくても必ず何か食べる。そしてお昼の時間になったら私に必要な栄養を必要な量だけ食べる。これが私がダイエットで朝食を大切にしている理由です。最後に私のオリジナル麦ミックスご飯の炊き方をサクッと紹介します。配合は白米2合、もち麦2合、スーパー大麦大さじ6。このスーパー大麦が超優秀なので、最初は白米にこれをプラスするだけでも OK。 おにぎりの時は水少なめがいいので、メモリ4合の少し上ぐらい。あとは通常通り炊飯。おにぎり1食 100g でタンパク質 3.5g、 食物繊維 4.3g。 野菜不足になりがちな人、1食のタンパク質目標がなかなか達成できない人はおすすめです。ぜひ作ってみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。